ウォーロボッツフランベチャンネル。今日はハイエストのバトルなんだがね、今回だけは皆様いつもご期待されてる役断ねえなぁと思っている実況はやらないよ。とても皆様残念だろうけど、今日はね、まずいつも使っている VPN ではなく、いろんなサイトでお金もらって評価されてるパブリシティ効果あるサイトで高い評価を受けてる世界最速と謳われてる VPN でトルコはイスタンブールにつないでみたよ。まあトルコの遅延というよりも、やはり東アジアやオセアニア、アメリカ以外はどこもあまり変わらないねって結果だった。なので上位3社と言われる VPN はフランベが使ってるセキュリティのおまけ VPN でもこれでいいかってご報告と、おせっかいだろうが無料 VPN は速度と遅延の評価であまりおすすめしませんってご報告でした。それでは本題だが、次回のアップデートでおそらくモジュールのシステム変更あるでしょう。これね、ピクソニックにとってはガラポンと新通貨のダブル効果でまたもや売り上げアップと目論んでいるようだが、使う側のプレイヤーとしてはこれまでモジュールを一通りの数揃えてりゃ新型ロボットも積極的に購入もできたが、もうこれ以降だと2体目が欲しいとか、もっとこの新武器を増やしたいなんていう微妙な課金クジラさんは減るんじゃないか、そう思うんだね。そうなると重課金クジラさんの独壇場がさらに加速すると思う。でそうなるともうこれでいいや、そしてこのゲームつまんねえ、そんなベクトルになるだろうと思ってね。なのでフランベとしてはこのつまんねえを解消させなきゃフランベもつまんねえとなるし、ピクソニックさんもその先お困りになるでしょうってことで考えたよ。まずリーグ構成だ。重課金クジラさんの独壇場となるならもうね、いっそいっぱいお金使ってくれてありがとうリーグをチャンピオンリーグのさらに上に新設するプラチナリーグとか、もういっそ下世話に重課金感謝リーグとかね、そんなネーミングでどうだろう。もちろんそのリーグではチャンピオンよりもさらにマッチングは総合指数は高めとなることで、マッチングにも少しはバランスが取れるのではないだろうか。次に全てのティア格付けを見直そう。さらに現環境で上位となるロボットや武器についてはこれまた新設するティア5。いや面白くないネーミングだから高額納税者ティア5、いやピクソニック潤いの源クラスなあんてことで格付けを見直し、そしてほぼほぼ使われていないロボットや武器についてはティア3以下に格付けを落としていこう。このメリットは過去に高額で購入したにもかかわらず半年で鉄くずとなってしまう現実ならば、ティア格付けを一気に2段階落としてしまいマッチングの総合指数を落とす。これで弱体化を受けてもマッチングで多少カバーできるのではないだろうか。まあどうせ壊れすぎた新発売と劇的な弱体化はどうせ変わらないだろうって前提でね。いかがだろう。これなら現実的ではないだろうか。売上の源泉となるクジラさんには最上位ステータスを与え優越感を味わってもらおうではないか。そして普通のイルカさんは普通にチャンピオンリーグで腕を競ってもらおう。小魚さんや無課金プレイヤーは過去の栄光だった武器が比較的手に入れやすくなり、ハンガー全部マーク3のコンドルなアンテクジラさんとのマッチングも総合指数に差が開くことで減るのではないだろうか。ご視聴ありがとうございました。ぜひ新型ロボット購入の収入源や励みになりますのでチャンネル登録と低評価をお願いします。